なぜイギリス人は紅茶を好み、イタリア人はコーヒー好きか。イギリス、中国、インド、日本ではお茶が飲まれ、イタリア、ドイツ、フランスではコーヒーが好まれる。この違いに理由はあるのだろうか。あるのだ。お茶は葉に含まれているタンニンを溶かし出して味わうものだが、鉄分やマグネシウムがたくさん含まれている香水で入れると美味しくない。お茶が好まれるイギリスや日本の水は硬度の低い軟水である。イタリアやドイツの軟水は苦味があるのでコーヒーが向いている。なぜ長い時間息を止めていることができないか。水中で長い時間潜ったと思ってもせいぜい2分がいいところである。それ以上長い時間息を止めることはできない。なぜなら脳が常に新鮮な酸素を必要としているからだ。8分間新しい酸素が供給されなかったら脳は死んでしまう。脳死だ。体には酸素を蓄える仕組みがないから常に新しい空気を取り入れ、肺で血液中の二酸化炭素と交換し、新陳代謝する。血液が新しい酸素を脳に運ぶ。ナイフで指を切ったら温めるべきか、冷やすべきか。怪我をしたら冷やすという常識があるので、指を切っても水道の蛇口で冷やすべきだと思っているかもしれないが、間違い。血液が固まるのは酸素に触れた血小板が互いにくっつくからだ。血小板は温かい方が活発に働くので、蒸しタオルなどで傷口を覆っておくと早く固まる。また、血液中に含まれているタンパク質も温かい方が凝固しやすい。血の出る怪我は温めた方が良いのである。紙幣にはなぜ肖像画をすり込むか。偽札を作りにくくするためだ。人の顔には全体の印象のほか、ほくろ、眉毛、ひげ、しわなど、細かい部分も詳細に書き込まなくてはならない。細かければ細かいほど偽物は作りにくく、また偽札作りが細部にとらわれればとらわれるほど全体の印象が歪んでくる。日本で最初に肖像画紙幣が作られたのは1878年、明治11年。モデルは神宮皇后だった。枝に止まって眠る鳥はなぜ落ちないか。多くの鳥は木の枝に止まったまま眠る。眠っても枝から落ちない。それは足の指に特殊な剣があり、これを引っ掛けると自動的に足の指が曲がり、枝を強く掴むようになっているからだ。鳥が枝の上で足を曲げた眠りの姿勢をとると、剣が引っ張られ、指ががっしりと枝を掴む。木の上で生活をしている鳥は、もともとバランス感覚が発達しているので、これで大丈夫なのだ。鉢植えの観葉植物を病気見舞いに送ってはいけない。
なぜか。鉢植えの植物は根がついているので、根付くにつながるとされ、病気見舞いには縁起が悪いと昔から敬遠されてきた。縁起が悪いだけではなく、植物の光合成で昼間は部屋の二酸化炭素を酸素に変えていたものが、夜になると逆に酸素を取り込んで二酸化炭素を出すので、病室で寝ている人と同じ呼気となって、締め切った部屋だと空気が悪くなる。東京の品川駅はなぜ品川区にないか。品川駅があるのは東京都港区で品川区ではない。なぜかというと、横浜までの最初の鉄道が計画された当時、品川は日本橋から出発する東海道の最初の宿場町として栄えていた。このため、鉄道に客をさらわれるのを恐れた宿場の人たちが駅の建設に猛反対し、結局品川宿より北にある港区高輪に建設することになったのである。駅舎は明治5年、1872年1月に完成。同年10月の新橋から横浜間の開通に先立ち、6月に品川から横浜で仮開業した。だから日本で最初に汽車が発着した駅ということになる。買ってきたキャベツを冷蔵庫で長持ちさせる方法。キャベツはいろんな料理に使える冷蔵庫の常備野菜だ。その保存方法はというと、よくラップに包んで野菜室に入れておいたりするが、そこに一手間かけるといい。芯をくり抜き、水で湿らせたキッチンペーパーなどを詰め、ポリ袋に入れて冷蔵庫で保存すると、長期間鮮度を保つことができる。詰めたキッチンペーパーは1日ごとに取り替えるとなお良い。動物園のクマが冬眠しないのはなぜか。冬になると冬眠するのがクマの習性と思っているかもしれないが、そうではない。習性なら動物園のクマも冬眠するはずだが冬眠しない。野生のクマは秋になると食欲旺盛となり、とにかく食べる。ものすごい量だ。人里近くに降りてきて、ゴミ箱を漁ることもある。そうして皮下脂肪が厚くなると、脳の冬眠中枢に指令が行き、冬眠を始める。だから動物園で量をコントロールして餌を与えると、皮下脂肪が増えないので、冬眠中枢は刺激されない。もちろん、動物園は冬でもそれほど寒くはならないし、餌もなくなる心配はないので、冬眠の必要もない。よく噛んで食べるだけで、がんを予防できる。唾液に含まれるペルオキシダーゼなど、12種類の酵素の働きで、発がん性のある食品添加物の毒性が消えたり、薄められたりすることが実験で確認されている。よく噛むとご飯の甘みが増し、どんな食べ物も消化酵素と混ざり合って旨味が出ることはよく知られているが、その上、がんの抑制効果があるというのだから、食事はよく噛んで食べたい。唾液が最もたくさん出るのは、口に入れて
30秒後だから30回は噛むのがいい。鮭はなぜ川を遡上して産卵するか。海を泳ぐ鮭は川を遡上してきて、川床に湧き水のあるところに好んで産卵する。淡水は海水に比べ酸素量が多く、しかも湧き水は酸素がさらに豊富なので、卵には好都合なのだろう。また、鮭が産卵するのは晩秋だが、この時期になると水温が低く、川魚の動きが鈍くなるので、稚魚の敵が少なく安全である。そして、水ぬるむ春、他の魚が活発に動き出す前に、稚魚は海に向かって泳ぎ出すので、襲われる心配がない。これらが主な理由と思われる。心臓が止まったら困るが、休まなくて大丈夫か。心臓は止まらないが、筋肉はちゃんと休んでいる。心臓は脳の指令を受けなくても、ドクドク動く心筋という筋肉でできている。心筋が縮むたびに、新しい血液が全身に送り出されるわけだ。この心筋、一回縮んで血液を送り出すと、次に縮むまでちょっと時間が開くが、その時ちゃんと休んでいる。縮むのは1分間に70回くらいだから、0.1 秒働いた後、0.4 秒休んでいる。半分は休んでいるわけだ。エベレストより高い超高層ビルを建てられるのか。世界で一番高い超高層ビルはアメリカ・シカゴにあるシアーズタワーの527メートル。だからエベレストと比べるのは問題外だが、将来建築技術が進めばエベレストもしのぐいくらでも高い超高層ビルを建てることができるだろうか。それはできない。地球には重力平衡形状という性質があって、ある高さを超えると基板が地下にめり込み、ゆっくり変形して粘土のように広がってしまうからである。いくら頑丈な基礎工事をしてもダメである。カツオのたたきはなぜ皮を焼いてあるか。秋のカツオは脂が乗っていて、刺身でもたたきでも美味しい。それに比べ、初夏にもてはやされる初ガツオは痩せて硬くて生臭い。そこで食べ方に工夫が施された。皮を焼いて生臭みを取り、ステーキのように柔らかくしたのである。ステーキのようにと言ったが、この調理法を考えたのは、江戸時代に土佐にやってきたオランダ人と言われる。皮を焼くというのは西洋料理の発想だったのだ。薄着をするとなぜ風邪をひきやすくなるか。風邪は風邪のウイルスにやられて起こる。風邪の季節には人混みはもちろん、そうでないところでも大気中にウイルスがうようよいるので、体力が弱っていると感染する。薄着をして寒い思いをすると、心臓を動かしたり、体温を調節したりする自律神経の機能が一時的に低くなる。健康な人はすぐ回復するが、中にはバランスが崩れたままウイルスに感染し、撃退できなくなる人もいる。風邪ひきさんだ。
風邪をひくと、なぜ顎のリンパ節が腫れるか。風邪をひいた時などに、顎や首、脇の下などに感じるぐりぐりとしたリンパ節は、リンパ管のところどころが膨らんで楕円形状になったもの。白血球が作られ貯蔵されている。風の菌が入って気管や肺につくと白血球が攻撃し、殺された菌は痰と一緒に排出される。菌が強いとリンパ管からリンパ節に入る。ここで白血球はさらに攻撃を加え、リンパ節はフル回転して白血球を作る。そのため、ぐりぐり感じるほど腫れるのだ。お頭付きの正しい食べ方を知っている？お頭付きを半分、もしくは3つに切った魚の頭のついている方と思っている向きもあるようだが、尾と頭の両方が揃っていなくては意味がない。最初の頃は鶴が出され、焼いた肉のそばに頭や尾羽を添えた。頭から尾まで揃っているのが終わりまで全うでき、縁起が良いとされたのである。鯛のお頭付きは頭を左にして出されるが、食べ方は上の身を食べ終わったら骨を外して下の身を食べる。ひっくり返して食べるのは不作法とされる。江戸時代にたくさんいたニホンオオカミはどこに消えたか。江戸時代にはニホンオオカミが全国至るところにおり、夜になると街灯脇に放置された牛や馬の死骸を求めて頻繁に出没して恐れられていた。しかし明治になって猟銃が広まり、標的にされて数は急激に減った。さらに犬の伝染病が広がって絶滅の危機に瀕した。狼は集団を組むので伝染病が瞬く間に広がったのである。だが日本アルプスの奥地で遭難者が内臓をえぐられた状態で発見されたこともあり、ニホンオオカミは完全には絶滅していないという見方もある。餅はもともと握り飯のことだった。餅は腐らず長持ちするから餅だという説があるが間違い。歴史家の樋口清之氏によると、固く握った飯が腐らず持ち歩くのに便利だったので、持ちいい飯と言われていたが、これが短縮されて餅になったという。固く握っておくと、表面にはカビがついたり、腐ったりするものの、中は長持ちする。現在のような餅は江戸時代からだが、それまでは餅といえば、固い握り飯のことだった。焼酎は冷凍庫に入れておいても凍らない？缶ビールを冷凍室に入れたまま忘れると凍ってコチコチになる。しかし焼酎は入れておいても凍らない。冷たくなるだけである。この違いは含まれているエチルアルコールの濃度の差。エチルアルコールが凍るのはマイナス114度だから、アルコール濃度の高い酒ほど凍りにくい。日本酒のアルコール濃度は 15% くらい。ウイスキーは 38%。焼酎は 40%。
ウォッカは 55%、ウイスキー以上の濃度だと冷凍室では凍らない。初期の宇宙飛行士の骨はなぜ痩せ細ってしまったか。骨は一旦できてしまうとそのままのように思われがちだが、実は毎日作られている。健康な人の骨は古くなると破骨細胞によって壊され吸収される。それと同時進行で骨の中から新しい骨を作る物質が出る。この進行は実に巧みに組み合わされているので滞ることはない。新しい骨と入れ替わりつつ常に骨は骨として機能しているのだ。ただ宇宙飛行士のように重力の小さいところで生活をしたり、運動不足だったりすると骨のカルシウムが失われ、新しい骨は細くなってしまう。神様にお金を投げる賽銭は罰当たりではないのか。神社で賽銭箱にお金を投げ入れるとき、ふとお金を投げていいのかと思ったことはないだろうか。庶民感覚ではお金を投げるのは不作法だから子供にも投げないように注意する。神様はどうなのか。実はこれはお金は俗世間のもので神様には不浄とする考えが基本にある。不浄だから神様に直接手渡ししてはいけない。だから離れて賽銭箱に投げ入れるのである。投げても罰当たりではない。逆である。ご飯を盛るのだから半碗なのになぜ茶碗か。安土桃山時代以前は食事は1日に2回だったので、大きな碗に飯をたくさん入れて食べていた。おかずはほとんどなく、とにかく飯を食べて腹を膨らませるのが食事だった。ところが、安土桃山時代になると、3食の習慣が生まれ、おかずを添えて食べるようになった。おかずと交互に食べるのには、小さい碗の方が便利なので、茶を飲む碗と同じぐらいの大きさのものを使い、何回かおかわりしながら食べるようになった。茶を飲む碗と同じぐらいの大きさだから茶碗と言ったのである。なぜ30度でも気温だと熱く、風呂のお湯は冷たいのはなぜ？水は熱伝導率が高いので、30度の風呂に入ると、体の表面の温度はどんどん奪われて30度近くになる。体温より6度も低いので、この状態は冷たく感じる。これに対して空気はセーターなどが保温性のいいことでわかるように体温を逃さない。だから気温が30度でも体の表面温度は36度に保たれる。その上気温がいつもより高いので暑く感じるのである。植物同士が連絡を取り合うとはどういうことか。プラタナスに虫がつくと歯の中に虫の嫌いなタンニンや石灰酸などが作られ、歯そのものが虫にとって毒になることがアメリカの研究者によって明らかにされているが、さらにその後の研究で虫に襲われた木は警戒信号ともいえる物質を出して他の木に虫の襲来を知らせていることが分かった。警戒信号の物質を感知した森や林の木は
歯にタンニンや石灰酸を作って虫がつかないようにするのである。何事もなく静かに立っているように見える木だが、フィトンチッドを出したり、警戒信号を出したり、いろんなことをやっているのだ。植物に話しかけると、早く花を咲かせる？植物に早く花を咲かせてねと話しかけ、撫でていると本当に花が咲いたという超能力もどきの話がある。本当だろうか？これは植物生理学でいう接触形態形成と言われる現象で、いつも触られていると植物はそのことが何か自分に害を及ぼすのではないかと感知し、エチレンガスを出す。そして成長しきらないうちに花をつけ、障害を回避しようとするのである。撫でられて喜んでいるのではない。タイやインドで辛いカレー料理が好まれる理由とは、激辛であれば肉や魚が腐敗しにくくなるということがカレー料理の背景にはあるのだろうが、もう一つ、唾液の分泌を促す作用を忘れてはならない。酸っぱいものを食べると唾液がたくさん出るが、同じように辛いものでも唾液がたくさん出る。普通の食品の8倍も出るという話もある。唾液がたくさん出れば消化が促されるので、胃や腸の負担が軽くなる。食欲がなくなるほどの暑い国では、この効果は大きい。大根は食べても絶対に当たらない。だから大根役者。どうやって食べても、どんなにたくさん食べても、絶対に当たらないことから、大根役者の語源となった大根だが、他の食品の消化も助ける優れものの野菜だ。よく知られているのはアミラーゼだろう。生で食べるとでんぷんを消化する。また、エステラーゼという成分は脂肪の分解を促すので、おろしは焼き魚、ステーキなど付け合わせに最適。ビタミン C も豊富。ただし大根おろしはすぐに食べないとビタミン C は消失する。長い時間正座をしているとなぜ痺れるか。法事などで長い時間正座をしていると痺れるのは一時的な血行障害が起こるからである。血液が流れていないことへの警告ということだろう。そのメカニズムだが、血管の中にはもともと痺れを引き起こす物質があり、血液が流れなくなると血管の外に染み出し、神経組織の一つである C 線維を刺激する。刺激されると広範囲で痛みを感じるが、この痛みの広がりが痺れである。一旦起こると足の筋肉全体が酸性になり、この刺激物質を壊す酵素が働かなくなるので、ますますジンジンするわけだ。朝7時に起きた人は夜11時に眠くなる。なぜか。生まれた時から人間は1日24時間のリズムで生活をするので、あらかじめ体に仕組まれている時計遺伝子がこのリズムを学習し、体内時計として定着させる。この体内のリズムに対応して脳の消化腺から分泌されるのが脳内物質のメラトニン。起床した時間の14時間後から作られ、その2時間後に分泌される。
だから午前7時に起きた人は午後11時に強い眠気に襲われるのだ。ししとうは日本人が唐辛子を改良して作ったピーマンを細く小さくしたようなししとうだが、もともとは唐辛子だった品種を日本人が食べられるよう品種改良して作った野菜だ。ピーマン、ししとう、唐辛子はその意味でももともと同じ仲間。ピーマンが甘み種、唐辛子は辛み種、ししとうは唐辛子の辛みのカプサイシンを微量含ませた新種というわけだ。有料 C 食品のピーマン以上のビタミン C が含まれている超有料 C 食品だ。猿山の猿が毛づくるようしながら口に入れているものとは、猿に飲みはほとんどつかないので、飲みを取っているのではない。毛穴から汗が蒸発した後に残された塩分の塊を口に入れているのだ。毛穴の周りだからフケもあるが塩分がついているので、これも一緒だ。もちろん互いの塩分を取り合うというのは仲良くなければ成り立たない。グルーミングというこの行為は猿同士の愛情交換でもある。気持ちよさそうに目を閉じているのはそのせいだろう。ブラックホールはなぜあの世か。あの世がどんなところか誰も知らないのは、あの世に行ってきた人がいないからだ。だからどんな情報もない。ブラックホールも一旦中に入ると光すら出てこられない。だからブラックなのだが、宇宙の情報は光が伝えるので、光が出てこないとはどんな情報もないということである。どんな情報もないという意味で、あの世と同じだ。この世にぽっかりできたあの世の穴、それがブラックホールである。あの世のブラックホールがなぜ実在すると分かったか。永遠に輝いているかに見える夜空の星も、星の理論によればいくつかは燃え尽き最後を迎える。星は核融合で輝いているので、燃料の水素がなくなれば燃え尽きるのだ。どんな再起を迎えるかは、その星がどれくらいの大きさかによって異なる。太陽くらいの標準的な星であれば、大きく膨らんだ後収縮し、白色惑星と呼ばれる暗くて小さな星になる。もっと質量の大きな星は新星爆発を起こし、その圧力で残された中心部分は超ぎゅうぎゅう詰めな状態となる。このため物質を構成しているプラスの陽子とマイナスの陽子がくっついて中性子となり、その天体は中性子だけの中性子星となる。冷酒を飲んでもすぐに酔いが回らないのはなぜか。日本酒に限らずビールでもワインでも冷たいものは飲んですぐに酔いが回るということはない。胃に入った飲み物や食べ物は冷たい状態では消化吸収が行われないので、体温くらいまで温められてから吸収される。酔いが回るのは消化吸収後だから、その分時間がかかるわけだ。だから日本酒は熱燗にして飲めばすぐ吸収されるので、酔うのも早いわけである。乳牛はなぜ一年中乳が出るか。人間は
赤ん坊が生まれ、授乳している間は次の妊娠ができない。出産後6ヶ月で乳が止まると妊娠できるが、次が生まれてくるのは早くて10ヶ月以上先だから、その間は乳が出ない。同じ哺乳類でも乳牛は授乳期間中でも次の妊娠ができる。酪農家はこの特徴をうまく使い、14ヶ月ごとに人工授精で妊娠させ、一年中乳が出るというサイクルを作っているのである。食虫植物はなぜ虫を食べなくてはならないか。温室の中で育てているのではわからないが、食虫植物が生えているのは高い山の高層湿原地帯と呼ばれるところが多い。気温が低く水分はたくさんあるけれども清らかすぎ、落葉があっても分解するバクテリアがいないので累積して厚い層となっているだけ。こんなところに生えている植物はそのままでは栄養不足となる。そこで虫を捕食して栄養を得ているわけだ。ウツボカズラなどを見ればわかるように、虫を食べるといっても粘液で逃がさないようにし、消化液でゆっくり分解吸収するのである。高層ビルからアリを落とすと転落死するのか。アリの体を指で押すと硬い。人間は硬い骨が柔らかい筋肉の中にあるが、アリは硬い構造が外にあって内臓はその中で守られている。高層ビルからアリが転落すると空気の抵抗を受けるので真っ逆さまには落ちないから地面に叩きつけられることはない。落ちても外部の硬い部分が大切な内部組織を守ってくれるのですぐ元気よく歩き出す。猫に鈴をつけると臆病になる。なぜか。猫は人間の6倍、犬の2倍も音源の位置を正確に捉えることができるので、ネズミの歩くちょっとした音を追いかけ、捕まえることができる。それほど耳の性能がいいわけだが、2万ヘルツまで聞き分けられる人間の耳に対し、猫は6万ヘルツまで聞き分ける。音の激しく行き交う世界にいるわけだ。だから鈴をつけると絶えず鳴り響くので、絶えず驚き、その結果臆病になってしまう。泳げない貝が大海を移動する手段は何か。貝は敵から逃げるくらいの狭い海域は移動できるが、日本近海にしかいないはずの種類がインド洋、アメリカ沿岸、オーストラリアで発見されたとなると不思議に思える。これらの貝は日本近海から移動したとしか考えられない種類だという。しかしこの謎は簡単に解くことができる。貝は幼虫の間はコマのように回転しながら泳ぐからである。何代かにわたって大海を泳ぎつき、やがてそれら地域にたどり着いたのである。ほうれん草を食べ過ぎると結石ができてしまうのか。ほうれん草と豚肉のしゃぶしゃぶ、常夜鍋が人気を博している。ほうれん草をたくさん食べられるのがいいのだが、一方食べ過ぎると腎臓や尿路に結石ができるという説もある。本当のところはどうなのか。ネズミを使った実験では、生ほうれん草を食べ続けさせると、ほうれん草に含まれるシュウ酸がカルシウムと結びつき、
結石ができた。しかしこれは生ほうれん草だからで、シュウ酸は水に溶け出すので、茹でて食べれば問題はない。しゃぶしゃぶでも OK だ。聖徳太子の持っているしゃもじのようなものは何？聖徳太子の肖像画を見てみると、手にしゃもじのようなものを持っています。あれは一体何なんでしょうか？あのしゃもじは笏と呼ばれるものです。笏は中国発祥のもので、6世紀に日本に伝わりました。当初は朝廷の政務や儀式の式自体を忘れないように紙に書いて笏の裏に貼って用いました。今で言うとカンペですね。その後、重要な儀式などで持つ人の意義を整える道具として使われるようになりました。あのしゃもじがカンペだとは思いませんでした。聖徳太子も式の順序を覚えるのに苦労したのでしょうか。知っておいた方が良い中国語。中国語と日本語で全く同じ漢字を使う言葉でも意味が全く違うものがあります。例えば中国語の手紙はレターではなくてトイレットペーパーのことです。また汽車は鉄道の列車ではなく自動車のことです。飯店はレストランではなくホテルのことです。そして老婆はおばあさんではなく妻、女房のことです。中国旅行の際は気をつけたいですね。プリンは3連、ヨーグルトは4連の秘密。手軽に食べられるおやつとしてプリンやヨーグルトは大人気ですね。さてスーパーなどでカップ入りのプリンやヨーグルトがいくつかのパックになって売られているのをよく見かけます。プリンは3つ、ヨーグルトは4つのパックになっていることが多いですね。なぜプリンは3連でヨーグルトは4連なのでしょうか。これはそれぞれが食べられる時間帯が違うからと言われています。ヨーグルトは主に朝食として食べられ、プリンは主におやつとして食べられます。日本の平均的な家族構成を父親、母親、子供2人と想定すると、朝食の時は父親がいるので4人でヨーグルトを食べます。おやつの時は父親が働きに出ているので3人でプリンを食べます。こういうシチュエーションを想定しているため、プリンは3連、ヨーグルトは4連なのだそうです。ちゃんと理由があったのですね。悪魔の作物とは。16世紀、スペイン人によって南米からヨーロッパにもたらされたある食べ物は悪魔の作物と意に嫌われ、当初は食用にもされませんでした。今では私たちもたくさん食べているあの作物とは一体何でしょう。答えはじゃがいもです。じゃがいもの芽に毒があることはご存知だと思いますが、当時はあまり知られておらず、その毒に当たる人も出ました。また、当時のじゃがいもは現在のものより小さくて色が黒く見た目が悪かったこと、聖書に載っておらず、種芋で増えることが嫌われた原因でした。しかしその後、寒さに強い痩せている土地でも育つ
作付面積あたりの収穫量が多いなどの理由により普及しました。あんなに美味しいじゃがいもが嫌われていたとは意外でしたね。ペヤングってどういう意味？カップ焼きそばのペヤングはシンプルで安心して食べられる味がしていいですよね。さすがロングセラー商品です。ところでこのペヤングという名前、変わっているとは思いませんか？どういう意味なのでしょう？なんとペヤングとはペアヤングの略なのだそうです。ペヤング発売当時、カップ麺は袋入りのインスタント麺より高価でファッション性の高い食べ物でした。カップ麺の値段を高いと感じる若いカップルにも2人で1つのカップ麺を仲良く分けて食べてほしい、そんな願いを込めてペアヤング、ペヤングとしたのです。面白いネーミングですよね。ちなみにダウンタウンの浜田雅俊さんはペヤングソース焼きそばが大好物なのだそうです。おせんべい、ハッピーターンに込められた願いとは？コンビニでもよく見かけるおせんべいのハッピーターンは独特の甘じょっぱい味がしてとても美味しいですよね。このハッピーターンのネーミングの由来をご存知ですか？ハッピーターンが発売開始されたのは1977年、昭和52年ですが、商品開発が行われた時、日本は第一次オイルショックの最中で大変な不景気でした。そのためこの不景気が収まり、また幸せ、ハッピーが戻ってくるようにとの願いが込められてハッピーターンと命名されたのです。素敵なネーミングですね。なぜアップル社のロゴはかじられたリンゴなのか。 iPhone や iPad などの製造で有名なアップル社。アップル社の製品は人気がありますよね。さて、このアップル社のロゴは右側にかじった跡のあるリンゴのマークですが、なぜかじられたリンゴなのでしょうか。これには諸説ありますが、英語で一かじりを意味するアバイトとコンピューターの情報量の単位であるバイトをかけたためと言われています。コンピューターメーカーならではの理由ですね。また、かじった跡がないとトマトに見えてしまうことからという説もあります。確かにかじった跡があった方がリンゴっぽいですよね。いずれにしても長年親しまれていただけあって素敵なロゴですよね。店から出ないと万引きにならないのか。レジを通らなければ泥棒にならないからレジを通らないで店から出るのを待つなんて聞きませんか。しかし実際には店の中で万引きは成立しているのです。法律は万引きの成立時期は万引きする意思を持って商品を他者から見えない状態に隠した時点としています。つまり盗もうとして衣類のポケットに入れたり小さい商品を手のひらの中に隠すのでさえ万引き行為になります。レジを出てからというのは実務上罪に問うために言い逃れをされる材料を与えないためのものです。昼間の騒音。昼間の大きな音は犯罪じゃないと堂々と近所に嫌がらせをしている人をたまに見かけます。嫌がらせを受けている者も昼間だしと諦めていることが多くありますが、これは犯罪になり得ます。
これを犯罪として検挙なり強く指導してもらうためには公務員の協力が絶対的に必要となりますので、公務員への相談は最低条件です。公務員の注意を無視して大きな音を出し続ける行為が軽犯罪という法律に違反し、犯罪行為となります。昼間だからこそ公務員に相談が必要なんです。自転車の違反。自転車の取り締まりをしっかりとしてほしい。このような声をよく耳にします。実は現時点の法体制でもそれは可能です。しかしそれを行うとおそらく警察は機能しなくなると思います。自転車の違反は軽微なものでも一発で赤切符、つまり裁判による犯罪扱いになります。違反者へのリスクはあまりにも高すぎますし、犯罪を検挙するために警察は多くの書類と労力を要します。安易に軽い違反でも厳密に取り締まってしまうと犯罪扱いになるわけですから、他の違反者も全て厳密に取り締まらないと、おそらく全国的に不満は大爆発します。自転車の違反は悪質な場合は自動車の免許停止処分も出されていますし、違反と処罰の重さが釣り合っていないため、なかなか厳密には取り締まりができないようです。援助交際は実は違法ではない。援助交際を禁止する法律はありますが、ダメですよと禁止しているだけで、罰則は存在しないので、逮捕されることはありません。でも、ニュース等で援助交際によって逮捕された報道がなされますよね。これはなぜか。実はこれも援助交際で逮捕されているわけではありません。18歳未満の者とのわいせつ行為を禁止している都道府県ごとの法律、青少年保護育成条例に違反して逮捕されているんです。援助交際が禁止だけにとどまっている理由は、対価を与えて性行為をするって表面だけ見ると、恋人同士でのプレゼントも処罰対象になり得ますので、自由恋愛を阻害しないように罰則がありません。18歳未満同士の性行為の場合は刑罰はありませんが、あまりに醜い場合は不純位性行為などで補導される可能性はあります。ちなみに13歳未満とはどんな理由であれ強姦罪となります。時代劇の大きな間違い。時代劇では身分の高い侍が無礼を働いた町人などを刀でバッサリというシーンが頻繁に出てくる。しかし実際にはいくら侍であってもこんな簡単に殺人を行うことはできなかった。確かに切り捨て御免といって江戸時代の武士にはこのような行為を行ってよいという特権があった。しかし時代劇で見るような一方的なものは決して許されていなかった。例えば切り捨て御免が正当なものであることを役所に届ける必要があり、さらにはその承認も必要であったというのである。その上、やむを得ない理由があったとしても、切り捨て御免が認められた場合でも、その行為の重大性から謹慎をさせられていたようである。つまりは、よほどのことがなければこのようなことは行われなかったということである。時代劇でよく見る一方的な横暴に関しては、辻斬り行為にあると
考える方が妥当のようである。ちなみに辻斬りは死罪にあたり、切り捨て御免についてもその正当性を認められなければ切腹あるいは家名断絶などの罪を与えられていたそうである。かわいいペットの末路。ペットの愛好家が増えていますが、我が子のように可愛がり、死ねばお墓を建てたり法要も行う心優しい愛好家がいますが、その一方で飽きると捨ててしまう悲しい人も多いのです。まるで遊び飽きたおもちゃを捨てる幼児のように。最近はこの現代人のためにペットたちの受難死が始まったのです。例えば野犬ですが、法律では鏡札や予防注射済表をつけないまま放し飼いになっている犬は抑留しなければなりません。そのために捕獲された引き取り人のいない野犬は安楽死のコースをたどることになります。かわいそうにと思いながら関係者は涙を飲んで処分しているそうです。仕組みを言いますと、捕獲や持ち込みをされた犬たちは保健所、東京都は動物管理事務所の一般犬舎に入れられます。1日ごとに檻を移動して7日までに引き取り手がなければ動物愛護センターに護送され、ガス室で安楽死させた後、焼却炉で焼かれます。1年間に全国の自治体で処分される犬はなんと35万頭を超えているそうです。なんとも悲しいことではありませんか。牛は磁石を飲み込んでいる。牧場で放牧している牛は面白いことに胃の中に磁石を飲み込んでいます。もちろん人間が飲ませたもので、特殊なパイプを使って4つある胃のうちの第2の胃に入れます。なぜこんなことをするかと言いますと、実は牛は金物が大好きなのです。なので牧場で放牧をしていると、地面に落ちている鉄くずなどをどんどん食べてしまいます。放っておくと飲み込んだブリキ片や鉄釘が体に回って消化器に穴を開けてしまいます。そこで飲み込んだ鉄くずなどを一箇所にまとめておくために胃に磁石を入れておくのです。また鉄くずがある程度磁石に集まったところを見計らって磁石を取り替えなければいけませんが、それはより強力な磁石を入れて行います。この磁石は長さ6センチくらいの棒状のものですが、牛の健康のための磁石ということで薬品会社で作られているそうです。美容のゴールデンタイムの嘘と真実。美容意識の高い女性の間では常識となっているゴールデンタイム。これは22時から26時の間に美容と深い関わりのある成長ホルモンが分泌されるというものである。そのためこの時間帯に眠りにつくことが大切だと言われてきた。ところがこの通説に大きな誤りがあることが分かった。成長ホルモンの分泌が盛んになるのはある決まった時間ではなく、眠りについてからの3時間から4時間経過した時間が本来のゴールデンタイムだというのである。ここで重要になってくるのが、どれだけ質の良い眠りにつくかということである。
成長ホルモンの分泌が眠りについてから間もない時間かつ熟睡している時間に行われるからである。例えば直前に高い温度で入浴していては交感神経が高ぶってしまい、すぐに深い眠りにつくことはできない。心身ともにリラックスした状態で眠りにつくこと、これが理想的なゴールデンタイムを迎えるコツであると言える。